どうもこんにちは、なにこでございます。本日はですね、皆様インターネットオタクくんをやられていた時期があった方、もしくはなんかこうアニメとかゲームとか漫画とかそういうジャンルを好きでいる人間はこの感覚がわかるかもしれないんですけど、電脳キャラってよくね、ガチでわかります？その電子の中でしか生きていないキャラクター、なんか今で言うとボーカロイドの初音ミクとかね、そういう類もいわゆる電脳キャラというか、電子の中でしか生きていないキャラクターでございますので、そういうのもいいなと思いますし、同じぐらいの世代間の人間でしたらね、一人思い浮かぶ方が明確にいらっしゃるかなと思うんですけど、かげろうプロジェクトのエネちゃん。私一時期ガキンチョの頃、かげろうプロジェクトがすごく猛威を振るっている頃ですね、私は死人がエネちゃんだった時期がありました。なんで自分からこんなに苦しい過去を言ったのかわからないんですけど、そういう時期がありまして、未だに別にそれへの憧れはね、抜けないわけですよ。あの時期に培われたものっていくら成長してもね、抜けないんですよ、正直。だからね、未だにすごく憧れを持っているので、今回はそれになっていきます。ということで、本日は電脳少女になっていこうと思います。お恥ずかしい話。そうでございます。今回は電脳少女ということで、今回ね、久しぶりにいわゆるその創作コスプレ的な、そういうノリの動画を撮っていきます。最近は結構皆さんにも参考にしやすいのかもみたいな動画が多かったりとかもしたと思うんですけど、久しぶりにがっつりすっごい変わっていくタイプのメイクをできるのですごく楽しみにしてるんですけど、すごい顔面をガラッと変えていきたいよとか、そう可愛らしくアニメっぽいみたいな感じの顔になっていきたいなって思っている方は、もしかしたら参考にならないこともないのかもっていう感じの動画でございます。そんじゃやっていきましょう。そんじゃあね、早速ね、いろいろやっていくんですけど、まず今回はカラコンをつけていきます。で、今回ね、カラコンちょっと悩んでて、まず決定してるカラコンからお伝えさせていただきますと、まずはシュテラワンデーのピンクウェーブっていうめっちゃ真っピンクのカラコンでございまして、こんな感じのやつね。これは決まってます。で、今回はね、オッドアイにしていきたいなと思ってるから、片目がこれなことはね、確定してるんですけど、もう片方が2種類で悩んでて、1個がギャラクシーアイドルのスーパーノバレットっていうシンプルな赤レンズなんですけど、このピンク赤でいくか、もう1個がモラクのドリームグレーっていう結構白っぽく発色してくれるグレー系のカラコンで、ピンク白の感じでいくかで悩んでるんです。ちょっと悩んでいるので、この2つ一回ちょっと試していいですか？試すわ、これ。一旦この確定枠のピンクを片目につけていきましょう。お待ち。はい、こんな感じで片方はつけれました。もうすごい真っピンクって感じですっごい主張が強いんですけど、でも可愛くないですか？このピンク結構好きなんですよね。それにどっちのカラコンを合わせるかっちゅうわけ、赤か白か紅白戦でございますわ。どうしよう、本当にちょっと先にこっち試してみていい？多分ほとんどの確率でこっちに最終的になると思うんだけど、一旦こっちつけてみて、案の定ダメでしたと思ったらこっちに変えます。こんな感じで赤もつけれました。可愛いね、可愛くはあるんだけど、案の定合わなかったのでモラクの方つけてきます。はい、案の定合わなかったのでモラクのドリームグレーの白っぽいグレーの方をつけてきたんですけど、超可愛い。これが正解でございますね。いいね、このピンクが引き立つ感じもいいけど、こっちの元の目っぽいようなこのナチュラルな可愛らしい感じもあるので、よろしいと思います。そんじゃあね、やっとこさメイクを始めていきます。大変ながらお待たせいたしました。それでもったらね、最初はね、コントゥア系を先にやっていきます。まずはノーズシャドウをやっていきます。今回はちょっともう2次元にちゃんと近づけていかなければならないということなので、今回はこういう細い細かいピンポイントに塗れるような筆を使って先にこう形を作ってから、後でこの大ぶりの筆でぼかすみたいな感じにして、結構しっかりめな陰影をつけていこうと思います。この筆で皆さんお好きなコントゥアするやつを取っていただいたら、まずは鼻のこの付け根の部分に塗っていきます。で、付け根の部分はこの目のくぼみのこのくの字になってるとこあるじゃん。ここをなぞるようにピーッこんな感じでラインを入れますと、こんな感じね。ほんだらお次は鼻先ね、鼻先も V の字を描くように入れて、そんだらそのままこの V の字を上に伸ばしてって、でこのさっき塗った鼻の付け根あたりまで伸ばすんじゃなくて、ちょっと鼻3分の1ぐらいだけピッと上に伸ばす感じで、こんな感じで全体的に形を作れたら、大きめのブラシでシャッシャッシャッとぼかして、OK、こんな感じでノーズシャドウが終わりました。結構この鼻筋がスーッと綺麗にまっすぐ通った感じがするでしょ。これがいいんですね。んだらこれはマジ超適当でいいんですけど、顔面のシェーディングをしていきます。これはこだわりとかそんなもんはないので、適当にやっていただいて構わないんですけど、あるとすれば今回幼い顔にしていった方がアニメっぽくなるのかなと思うので、横幅をあん
ま潰さずに縦をギュギュッと縮めていく感じで OK、 こんな感じで適当にシェーディングは終わりましたんで、そんなら眉毛描いていくよって。今回アニメっぽくしていきたいので可愛らしくしようとして太眉にするとアニメっぽさとあんまり釣り合いが取れなくなっちゃうんですよね。なんかアニメって結構眉の主張が少ないから。だから太さはあんまり太くしない、むしろ細いぐらいなんだけど、横幅を出さないことであんまり大人っぽさみたいなそういうものを出さないようにしていきたい所存でございます。本当に短く細く横にまっすぐって感じ。はい、こんな感じで眉毛ができました。眉毛の細さ自体は結構細いと思う。ちょっと今ね、私の目が何もメイクしてないとか他の部分が全然メイクしてないんで分かりづらいかもしれないですけど、結構細いんですね。なんですけどあんまり横幅を全然作ってないのできつく見えることはないんじゃないかなと一応思っております。ほんだら適当に眉マスカラしておきます。これは本当に適当でいいですよって皆さんの髪色に合わせなさい。はい、こんな感じで眉毛が描けましたので、そんならね、なんか順番がごっちゃなような気もするっちゃ気もするんですけど、お次はねチークをやっていきます。まず使っていくチークはシフレパウダーチークの270番ローズ系というそういう王道なはっきり発色してくれるような青みピンクのやつをブラシに取りまして、まずは目の真下あたりのゾーンにポンポンポンと塗っていきます。ほっぺに塗れたら顎にも塗るのと、あとはさっきのノーズシャドウに重ねるように鼻にもこのピンクを入れて、ほんだらアイシャドウブラシに取ってまぶたの方にもふわっと全体的に塗っていっちゃいます。目の部分は薄めに塗ったので分かりづらいかもしれないんですけど、こんな感じで全体的にチークが塗り広げられましたらですね、今塗ったちょっといわゆるちょっと濃いめなチークですよね。このチークを全体的にほわっとぼかしていくために、上からペリペラのピアブラッシュドサンシャインチークの12番サニーピンクというめっちゃ白身ピンク、すんごい薄いチークをふんだんにこれでもかと上から重ねてほんわり感を出していきたいよね。はい、こんな感じで全体的なチークが終わりましたので、そんでもったらねアイメイクにやっとこさいきますよ。そんでもったら今回使っていくアイシャドウはケイトの 3D プロデュースシャドウの PU1 番というね、品番的には PU1 番ってその紫系だとは言い張ってるんですけど、ボルドー系でございますね。こんな感じのやつ使っていきます。まずはこの一番薄いお色味を使っていきます。これをもうまぶたも下まぶたもどっちもアイホール全体に塗っていきます。で、今回は涙袋をものすごくでかくしていく予定なので、下まぶたは結構広範囲気味に塗っちゃってもよろしいかなと。こんな感じで薄いお色味をね、目全体塗れましたら、お次お隣のこちらのお色味をですね、上まぶたも下まぶたも目尻半分ぐらいに塗っていきますと。はい、こんな感じでね、目尻の方にいい感じに中間色ぐらいの色味が塗れましたら、お次からはもうがっつりめちゃくちゃ目の形を変えていくターンになっていくので心してほしいんですけど、お次はこちらの締色っぽいお色味をこういう細く線が描けるようなブラシに取っていただいて、まず目頭です。目頭からピッて下げたラインを描いていきたいんですけど、下げるのはこの下まぶたが一番低い部分と同じ位置、低い部分からピーって真横に持ってきたとこと同じ位置まで下に向かってピッとラインを描きます。こんな感じで見えてるかわかんないんだけど、こんな感じで引けたら、このラインの着地点から真横にピーッと黒目の真下までラインを引いていきます。ピッピッピーッと、こっちの目の方が分かりやすいね。こんな感じで仕上がります。はい、こんな感じで目頭をね作り変えることができましたら、もう次目尻の方も描いていきますよ。目尻の方はですね、今回は垂れ目にしていきたいので、目尻からちょっと離した位置にさっきと同じ色を取った筆をピッと置いたら、このまま黒目の真下に向かってクーッとお分かりいただけたでしょうか。はい、こんな感じで目の下のラインも描けました。そんでもったら涙袋を描いていくよって。で、使っていくお色味はまずこちらのお色味で涙袋の下書きを描いていくよって話なんですけれども、今回はさっきも言ったかもしれないんですけど、涙袋をどでかく作っていくので、自分の元の涙袋よりもかなりオーバーしたところに大まかにラインを描いていきます。で、今回はね目尻側をねラインで垂れさせたと思うので、このラインと平行になるようにちょっと涙袋のね目尻の方も若干垂れさせると結構いい感じに垂れ目っぽく見えるかなって感じ。はい、こんな感じでどでかく下書きが描けましたら、お次はこちらの締め色をですねちょぴっとだけ取ります。ちょっと濃いめの色なんでね、ここねちょぴっとだけ取りましたら、今描いた下書きのすぐ下に濃い色をピッと入れて涙袋を作っていきますと。はい、OK、こんな感じで涙袋もどでかく描けました。めっちゃいい感じ。もうこれぐらいでけえ涙袋がいいっちゅうわけ。そんでもったらちょっとね二重幅が左右で違うので揃えていきます。少々お待ち。
はい、こんな感じで二重幅をね、どちらも広げてまいりました。最初ね、揃えるだけにしようと思ったんだけど、なんかちゃんとアニメっぽくしたいなと思ったらどっちも広げてまいりました。そんでもったらアイラインやっていきます。アイラインも適当な真っ黒のアイラインを使っていただいたら、ほんとね、今回ね、ただただ目尻を下げていくだけ。こんな感じ、本当に下げるだけで。まあちょっと横に長めかなとは思うんですけど、下げるだけ。こんなもんでございましょうか。本当に単純なアイラインなんじゃないかなって感じ。で、こんな感じでアイラインが描けたら、アイラインぼかしていきます。ぼかすのは、こちらの示色を使いまして、アイラインの上側にピーピーピーっとアイシャドウを塗って、ぼかしていきました。こんなもんでいい感じにぼかせましたら、ちょっと忘れていたんですけれども、下まぶたのラインも強化していきます。さっき描いたこの下まぶたのラインと描いたアイラインの先をつなげる感じでクイーンと適当なペンシルアイライナーとかクリーミータッチライナー的なこういうので描いていきます。はい、こんな感じで目尻をつなげるとこんな感じでキュイーンとすごいザ・アニメな感じのお目目になってまいりますよということで、お次はまつげをやっていきますよ。今回はつけまつけます。こんな感じのめっちゃボリュームが出るタイプのつけまをつけて、このつけまをつけた上でマスカラ塗ってちょっと束感っぽくするみたいな感じで仕上げようと思っております。そんじゃつけていきます。こんな感じでつけまをバサバサにつけれました。めっちゃなんかアニメっぽい、結構一束一束がごつめのつけまというかつけまのつけ方をしてみました。でもったらでございましてね、下まつげを描いていきます。で、下まつげ描くのなんでもいいよ。なんか適当なアイラインとかなんかそんなもんで、この下まぶたのラインに沿って描いていきます。ここから入るみたいな感じで。チャッチャッで、黒目の真下から目頭側には描かないようにします。目尻側にだけ描いて、こう垂れ目っぽい感じを作りたいのでね。こんな感じでまつげ関連が終わりましたので、お次マットハイライトを塗っていきます。マットハイライトは適当な白っぽいアイシャドウとかそんなもんで、まずは目頭にちょんと。そんでもったらこれを上側と涙袋の下側にも流していく感じで。ほんでからに涙袋にもピーッと塗って、はい、こんな感じでマットハイライトが塗り終わりました。これで目の形がはっきり結構鮮明になり始めましたね。すごい縁取られた感じがする。そしたらお目目にね、ラメを塗っていくターンなんですけれども、あんまりね、ザクザクのラメを塗るっていうよりかは光を入れるぐらいにしたいというか、あんまアニメとかそういうさ、キャラクターの表現とかでラメってあんまりないというか、艶っぽさはあるけどラメはあんまないと思うので、その演出になぞらえるために今回は 2AN のジェリーグローハイライターパレットの01番フェアリードリームというやつのこのね、ピンク色を塗っていきたいんです。このピンク色のなんか変更ラメとかが入ってるこの可愛いやつを使っていきたいんですね。これをまずは涙袋の際、描いた下まぶたのこのラインのすぐ下あたりにピーッとラインを引くように塗っていきますと。こんな感じでここに塗りました。わかるかな？ピンク色っぽいのちょっと映ってるかわかんないんだけど、この色が正しく色が映ってるかわかんないけど、こんな感じでピンク色に光ってて超可愛いでございます。本当に。それもたらこの目頭のところにもピッとラインを描くように塗っていきます。この描いた目頭の周りをね、囲う感じでピーッと塗っていきますと。そんでもったら同じ色味をまぶたの上にも塗っていきますよ。一番まぶたが高いところにピッピッピッと塗っていく感じですね。ちょっと濃いめに塗ったら映ってるんじゃない？これちょっとピンクっぽく光ってるの分かりますかね？ピンク色に光ってるおかげで本当に二次元感があるっていうか、めっちゃいい。そんじゃこんな感じでアイメイクは終わりなんじゃないかなと思われます。超可愛くてマジでニコニコしちゃってるんですけど、そんで思ったらですね、頭やハイライト塗ってくよって感じ。顔面にね、顔面のハイライトは鼻筋にだけハイライト入れてきたんだけど、まずは一旦このセザンヌのパールグローハイライトのシャンパンベージュで大まかに鼻筋に光をピーッと入れちゃいます。これはね、適当でよかろう。こんな感じで適当に塗れましたら、ここにプラスする形でさっき塗ったこのピンク色のハイライトを重ねていきます。ちょっとね、これだけだとね、鼻に高さがあんまり出てくれなくなっちゃうので、ちょっとピンク色は足すという感じで使っていきます。こいつを鼻筋に。はい、こんな感じでいい感じに塗れましたらですね、最後リップをやっていきます。で、今回使っていくリップは、ケイトリップモンスターズフーレマット M08 番のどよめくバンケットというマットリップをですね、使っていきます。これはもう自分の唇の色にめちゃくちゃぴったりなリップ、めちゃくちゃぴったりなマットリップを使っていただければ何でもいいです。それでなんか好きな感じにリップを作って
くれよっていう感じ。私は上下にオーバーリップをして好みの唇の感じに仕上げていきたいんですけど、こんなもんかしら。適当に形が作れました。そうでもったら上からカラーグラムのターンフルグラスティントミルクの10番ブーティークアバかな、どっちだかわかんないんですけど、それつけます。これも別にそんな色濃いってわけじゃないからツヤを足すぐらい。はい、こんな感じでメイクは完了したんじゃないかなと思われます。可愛くない？あれ、今までもね、アニメっぽい顔面みたいなものいっぱい作ってきましたけれども、一番あどけない顔みたいな、キュルみたいな顔に慣れてない？どう？かなりそんなような気配がするんですけれども、嬉しいね、これね。ということで、今回は結構がっつりウィッグとかお衣装とかそういうものをね、すごく用意しておりますので、そちらに着替えていこうと思います。じゃあ、行ってきます。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。電脳少女メイクでございます。超可愛いじゃないですか。いわゆるキャラクターみたいなものにすごく慣れてるような気がして嬉しい。今までで一番創作コスプレ感の強いものをやっている気がする。すごく嬉しいでございますので、ちょっといろいろちょっとずつ触れていこうかなと思うんですけれども、まず一番気になってるのは髪の毛ね。これ可愛いよね。もうめっちゃいろんな色が入ってるんですよね。前髪が紫っぽくて、ここがサーモンピンクっぽくて、あと青とかこの辺緑が隠れてたりとかいろいろしてめっちゃ可愛いんです。これマジで可愛くて、これツインテールね。ツインテールでしょ。この類の女の子ってほぼこれぐらいの高さのツインテールをしているだろうって思っているので、ツインテールにしました。そんでお洋服ね。お洋服は悩んだね。でも感覚的には青系がいいなと思っていろいろ探したんですよね。で今が夏というのもあるが、これぐらいでいてほしいなって思ったの。電脳少女にはいつでもね、冬でも夏でもこのぐらいの格好をしててほしいの。なぜなら寒くても電脳世界には関係ないからこの格好でいられるっていう、その現実世界とのちぐはぐさを感じたいなと思ったんでこれにしました。で、本題の顔面なんですけれども、よくない？カメラにねうまく映ってるのかわかんなくて心配なんですけど、この涙袋とかここにのせたねピンク色の変更ラメのハイライトがもうすっごい可愛くて、これはねすごくあどけなさみたいな、女の子らしさみたいなのを出してるんだけど、二次元感も同時に出してくれてるんですよね、このハイライトのおかげで。だから可愛くて嬉しくて。ということで本日は電脳少女メイクでございました。もう本当に何度も言うようですけど、先日ね2ヶ月間動画の更新をお休みせざるを得ない状況になっておりまして、その2ヶ月間でマジでずっとこの格好をしたかったです。前回の動画もめっちゃやりたかったんだけど、今回の動画はどんな自分になれるかわからないっていうワクワク感がすごくあったので、今回ねこのような感じにすごく素晴らしい感じに仕上がって本当に良かった、本当に嬉しい、本当に楽しい、本当に最高ってすごく思っております。そんじゃあ今週金曜日の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録と高評価コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。もう本当に絶対に写真と動画を撮る手が止まりませんこの後。